こんにちは、日比谷のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンが逃げた時にどういうところにいがちかというのを3つお話ししたいと思います。ボールパイソンはですね、個体によっては、その子によっては好奇心が旺盛な子もいるわけですね。ハンドリングとかも全然嫌がらないで、こうやって乗っけてあげるとぐるぐるぐるって入っていって、ここから入ってここから出てくるみたいな子もいますし、ケージの中に入れてあげるとふーっと丸まって落ち着いてあくびをパーってやってる子もいれば、こうどっから出るとこないかなみたいな冒険を求めている子とかもいるんですけど、どういうところにいがちかなっていうのをボールパイソンの習性を踏まえてちょっとお話ししたいなと思います。一つはですね、狭いスポットなんかにいがちです。ボールパイソンはこう体のどこかが何かに触れているっていう状態で安心するわけですね。なので体調が悪い時は体をこうコーナーに寄せて、体のほとんどが何かに面しているみたいになったりするんですけど、例えば、こういうグラフでいったりすると、こういうですね、天板とこういうところの間とかこういうとことか、自分でこうぐーっと中に入っていってわざと狭いスペースを作り出してそこに落ち着いているということもあるかもしれません。あるいはですね、こういう、これは開店祝いにいただいた植木鉢なんですけど、こういうとこ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 には入んないかそれですけど、こういうとこですね、隙間とか、とにかく狭い空間にいることが多いかなと思います。何もないだだっ広い大草原にみたいなタイプではなくて、シュッと身を潜めていることが多いので、探すんだったらそういうところから探していったらいいんじゃないかなと思います。狭いスポットですね。ボールパイソン、脱走したらこういうところにいがち。その2はあったかいところです。基本的に、日本の住宅環境の中だと、人間が快適とされる温度よりボールパイソンが快適とする温度の方が高いことが多いので、例えば暖房器具の近くであるとか、照明の近くであるとか、あと多分多いんじゃないかなと思うのはコンセント周りとかっても結構熱を持つので、コンセントの近くとか、こういう電子機器も本当に熱を持つじゃないですか。なんだろうな、例えばルーター、家の中にあるプレステとかルーターとか充電器とか、そういうののところもほんのり熱を持っていて、もしかしたらそういうところで暖を取っていることがあるかもしれません。ボールパイソン脱走したらこういうところにいがち。その3は逆に涼しいところ、涼しくて風通しのいいところにいがちだったりします。ボールパイソンはですね、もともとはアフリカが原産のヘビですけど、暖かさ、温度を求める状態や季節の時もありますし、逆に今暑い国なので暑さを避ける時もあるわけですね。で、移動しながら生きているので、ずっと同じ巣を作って一生同じところで暮らしているっていうよりは、移動しながら拠点を定め、移動しながら拠点を定めという生態を持っているので、風通しがいい場所、つまり新しい世界への匂いというか雰囲気を感じる場所で、温度が少し低いところに行きたいモードの時があると思うんですね。例えば、日本の環境でいうと、夏だったらエアコンの近くとか、換気扇、排気口の近くとか、玄関とかにいることもあるかもしれません。必ずそういうところにいるっていうわけではないんですけれども、ボールパイソンの特性を考えると狭いところが好き、体を密着させて安定しておきたい、暖かいところが好き、体を保温しておきたい、風通しが良くて、涼しいところが好きなモードの時がある。それからそういうところにいるということもあるので、そういうポイントを踏まえながら探すと見つかりやすいんじゃないかなと思いますが、もう言わずもがなですけれども、逃がさない、しっかりとした環境で飼うということが許可のいらないボールパイソンでも大事なことだと思います。今日は
驚くとボールのように丸々修正を持つボールパイソンがもしケージを離れて冒険してしまった場合にどこにいがちかということを生態の修正を踏まえて3つのポイントでお話ししました。当店の生態在庫状況は概要欄にあるホームページからご覧ください。